日本人より外国人が日本で優遇されてるのおかしいから選挙に行こうということをブログに書いたら炎上しちゃいそうですが、至極真っ当な意見のはずなんで叩かれてすごくおかしいと思いました。このように真面目な人たちの真っ当な意見がされて叩かれていく今の世の中どうと思いますか？叩きたい人はそうじゃない主張を持ってる人なので、そうじゃない主張の人は、橋谷柴原さんがそんな人だと思いませんでしたとか、エヴァンゲリオン好きだったのに残念ですっていうのを書いて、で、これを見ちゃうと、タレントとか声優とか知名度のある人は政治的発言をしないようにしようとなるんですよ。で、僕割と今の日本がダメなのって自民党と公明党のせいだよねってずっと言い続けてるんですけど、で、これ言わない方が多分仕事増えるんですよ。政府からの予算でいろいろ事業をやってらっしゃる方とか、やっぱり自民党公明党の文句言わないじゃないですか。で、僕はそのせいで余計に悪くなってると思ってるんですけど、でもじゃあ知名度のある人というのが与党を攻撃しなくなると、結果として組織票の人たちがひたすら投票しに行って、昔だったら統一教会の人が一生懸命自民党候補を応援してとか、宗教系の人が応援して、結果として与党は与党のまま維持されるというのになって、悪いものが変わらずずっと悪いままっていうのが、実質賃金は今40ヶ月ぐらい、2ヶ月を除くずっと下がってるんですよね。今なんか4ヶ月連続実質賃金下がってるっていうニュースの表現になるんですけど、本当は32ヶ月下がってて、2ヶ月ちょっと上がって、で、もう1回ちょっと上がって、で、またずっと下がってる。なので、物価がずっと上がっていて、働いても働いてもお金はどんどん減っていくっていう状態に日本になってるんですよ。で、これ、日本だけです。他の国そこまで実質賃金下がったんです。コロナの時期は下がったよねとか、リーマンショックの時は下がったよねとかあるんですけど、他の国は基本的に実質賃金は上がり続けてるんですよ。なので何が悪いって言ったら日本の政府が悪いんですけど、これを日本の政府が悪いって言うと仕事が減るよねとか、野党の支持者とかはモヤモヤしたものがあったりするっていうのがあるので、なので政治的な発言をしない方がいいって言ってる人は割と今の現状の政党の支持者である可能性は結構高いんじゃないかなと思いますけど。どの政党も応援できません。ひろゆきさん、泉さんと一緒に無所属の人と集めて政党を作って立候補してください。どの政党も応援できないとすると、多分政党を応援する人たちが投票して、その人たちが政治家を作るので、結果として損します。なので結局自分にとって最善の政治家を選ぶというのを結構人はやりがちなんですよ。理想の政治家、イケメンで不倫もしなくて言ってることも合理的で優しくてみたいな人はいません。なので最悪を避けるために本当にどれも癖野郎で一番最悪の中でも許せるという人に投票するというのがまだマシな社会を作ります。いい人選びをしてるんじゃなくてね、消去法でね、マシなのを選ぶんですよ。最悪性比べの最悪の中ではまだマシだよねというのを選ぶというのが選挙なので、だからね、ここら辺がね、民主主義というのは崇高な人間を選ぶべきものであるみたいな誤解をする人が多いんですけど、そうではないっていう。そこをね、やっぱ社会の授業とかで間違えるのかな。政治家というのは真っ当な人間とか、自分が尊敬できる人を選ばなければいけないっていうのを、そんなやつ誰もいないよねって、それはそうなんですけど、なのでマシなのを選ぶっていう。ひろゆきさんこんにちは。20代後半の男です。知の低めです。初めて応援したい政党、国民民主党ができて数年前から選挙に行き始めました。恥ずかしながら前回の衆議院選挙で比例代表制度を知りました。落選した方が復活しているのに不快感が出ました。知の低めで分かるように客観的なメリットとデメリットを教えてほしいです。またひろゆきさんの比例代表に対してのポジティブ意見を聞きたいです。まず選挙のシステムというのが国民にとってメリットがあるデメリットがあるかという基準で決まっているわけではないというところです。政治システムというのは基本的に与党が決めます。選挙の仕組みというのは法律によって決まっているので、与党が自分たちが受かりやすい選挙区の形とかに変えるんですよ。ゲリマンダーとかで検索してもらえば、昔からそういう問題って世界中で起きてて、自分が受かりやすいような形に選挙区を動かすとか選挙システムを作るっていうのは世界中の政党がやってるんですよ。で、じゃあ比例代表っていう小選挙区で落ちた人が比例復活って言って戻るっていうのは、人気のないやつでも政治家って居続けたいよねっていうふうに政治家は思うんですよ。俺たちは政党の幹部としてずっと政治家って居続けたいよね。落選とかしたくないよね。じゃあ落ちても復活できる仕組みにした方が得じゃね？そうだよねっていうので比例代表復活制っていう仕組みがあるんですよ。政党助成金っていう仕組みがあるんですけど、政党お金欲しいよね。じゃあ税金から政党交付金っていう形で政党にお金配ろうぜ。そしたら俺たちが政党交付金配ったら金もらえるじゃん。税金からだいたい国会議員1人当たり年間1億円ぐらいもらえるらしいんですけど、政治家って年収でいくと3000万円ぐらいあって、文書交通費とかいうので領収書いらないお金が1200万円ぐらいあって、
で、さらには政党交付金も議員あたりに配ると1億円があるっていう、1億4000万円ぐらい国から税金で出るんですけど、でもこれがなんか所得っていう形で出ると叩かれるから、政党交付金という形であくまで政党に渡すよねみたいな感じで、この特権を失いたくないんですよ。だって毎年1億4000万円もらえる仕組みを落選したぐらいで失いたくないじゃないですか。なので落選しない仕組み、落選しても復活できる仕組みを作ろう。なので比例で落選しても復活できるっていう、そういう仕組みを作りました。国民にメリットがあるとかっていう話ではなくて、単純に自民党公明党がその方がいいよねっていうので作った仕組みです。自民党公明党の支持者の人たちっていうのは幹部の人、野党もそうなんですけど、小選挙区で落ちた幹部でも比例代表制で、例えば国民民主党っていう党が人気があれば、玉木さんが小選挙区で落ちたとしても比例の方のリストの上位にいるので受かりますみたいなっていう感じで、政治家の長年やっている幹部の人たち、政党の上の方にいる人たちは落選のリスクを負わないでずっと政治家ができるっていう、そういう仕組みです。あえてメリットを言うと、その幹部の人たちが残り続けるので政治の安定性が求められる。過去の政策をやってる人がそのまま位置づけるので、同じことが続いて伝統が維持されるみたいな。デメリットで言うと、同じことをやり続けて変わらないっていう。こんな政治家クソだよねって言って選挙区の人たちが落としたのに結局受かっちゃうんで、そいつがまたずっと権力を持ち続けてしまう、そういう構造になるんですけど、変えた方がいいとは思ったとしても、選挙の仕組みというのは与党が決めるので変わらないよねってね。賄賂をもらった甘利さんとかね、小選挙区で落ちたはずなのにねみたいなね。自民党も TikTok を使いますとデジタル大臣が表明したようです。2020年は TikTok 含む中国製アプリや情報リストを検視して安全保障上注意喚起したので、本当に大事そうなのかと思います。ビザカも自分の中でかなり重要度が高い割にニュースもインフルエンサーも売れないし、そもそも売りたくなさそうに感じます。この2つの懸念とよりつだと思いますが、多分 TikTok 使わない方がいいよね自体はそう思ってるんですけど、とはいえ若い子たちが TikTok 見てるというのも事実なので、若い人たち向けでやらざるを得ないっていう、そういうところだと思うので、どうせだったらもう若い子が見れなくするぐらいのがっつりした規制をしちゃうっていうのがトランプ大統領みたいな方がいいと思いますけどね。最近の参政党神谷さんの印象を教えてください。うまいっすね、あの人は。これ褒め言葉ではないんですよ。バカを騙してうまく議席を取るというところに特化しているのが優秀。無農薬で農業できますって言ってて、そこの証拠を未だに出してくれないですって話前したと思うんですけど、でも多分そういうのって関係なくて、無農薬でいけるんですよってずっと言い続けるとバカ騙せるんですよ。で、ああいう感じでバカとか反枠とかを集めてセミナーとか高級なやつやっていろいろ買わせて儲けるっていうのをちゃんと地道にやってて、一般メディアに出ると一般の人に気づかれて嘘ついてるとか騙してるって叩かれるんですけど、そういう意味で一般メディアに出ない。なので SNS 的なところでバカのエコーチャンバー、アホのエコーチャンバーの中でずっとアホを集めて、アホからお金を巻き上げて有権者として育てて、自分たちは正しいんだよ、他の人たちがバカな、他の人たちが頭悪いんだよとか、他の人たちが間違えてるんだよ、私たちが正しいんだよっていう、どんどんここの輪を大きくするっていう、ある種の、宗教に近いモデルだと思うんですよね。っていうのを頭で考えてやってるんですよ。アホを騙してやる賢い人っていうパターンだと思うので、なので神谷さん自体人間としては能力値は僕はすごい高いと思ってます。ただこれが社会にとって良いことなのかっていうとそうではないよねとは思ってます。っていう人ですね。はい、実際でもそういう人政治家には多いですけどね。 N 国党とかもそうじゃないですか。おかしなことやってそれでもこの人は社会を良くするって信じてる人っていうのを票を集めるとか、翼の党とかも多分それ系ですよね。逮捕者を出したとしてもなんか突をするみたいな、迷惑系をやるとか、宗教的におかしな価値観の人を集めるとか、反枠を集めるとかっていう感じで、公明党もそうですけど宗教の人を集めるとやっぱ強いんですよ。統一教会と自民党がやってたようにやっぱり選挙が強いよねっていうので、なので騙されやすい人をいっぱい集めて運動員として使うっていうのはやっぱり政治家を作る上では結構重要だと思うので、そういう意味ではそこら辺を愚直にやってるっていうのあるんじゃないかなと思います。利尻の死んだ魚を現金化する男が最高でした。あの人面白いですよね。利尻の漁師の人で取ってきた魚をずっと骨にしてで標本を作るっていう、これ普通に自慢なんですけど、標本屋さんからもらったクリアファイルなんですけど、割となんか分野としても面白いし、博物館とかね売れるんじゃないのっていう感じだと思うんですけど、それを漁師として地道にやってるっていう人で、クリアファイルとかも通販で売ったら結構売れるんじゃないかなと思いますけど。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。